こんにちは、あやはれです。今回は秋野菜をたっぷり使った3日間の夕食を紹介します。今冷蔵庫には買ってきた食材と母が送ってくれた食材がそのまま入っていて、作り置きもない状態です。まずは冷蔵庫を整理しながら、料理する時のめんどくささを極力省けるように下準備をしていきます。夕食のレシピだけ見たい方は概要欄の目次でスキップしてください。これから下準備する食材は3日間で使い切るわけではないので、今回の夕食レシピを作るときはそれぞれのレシピの材料欄を見て買い物してください。買ってきた卵と納豆はそのまま冷蔵庫へ。手軽に取れるタンパク源のこの2つは必ずストックしています。まずは肉を小分け冷凍していきます。豚こまは1食あたり 100g から 120g に小分けして冷凍していきます。手羽中は焼いて塩コショウをするだけでメインのおかずとして成立するので、ストック率が高いです。今回はスーパーでスライサーを買ってきました。過去にスライサーで手を思いっきり切ってしまってから怖くて使えなかったのですが、刃物でも切れない手袋を最近買ったので、これを使って再挑戦しようと思います。キノコを大量に買ってきたので全て冷凍保存します。低カロリーで食物繊維豊富なキノコはダイエットの味方。冷凍することで日持ちするだけでなく、旨味成分や栄養価が高まるので、必ず冷凍庫にストックしています。キノコはわざわざレシピを探さなくても、いつもの炒め物に加えるだけでかさ増しができて、食物繊維もプラスできます。椎茸は石突きを落として傘と軸に分ける。傘はスライス、軸は細かく刻む。軸に旨味がギュッと詰まっているので、味噌汁に入れるのがおすすめです。エリンギは手で裂く。手で裂くことで断面が粗くなり、味しみが良くなります。えのきは石突きを落として小房に分ける。えのきは癖がないので、どんな料理にも合います。えのきでよく作るのはかさ増しハンバーグ。前々回の動画で紹介したものです。舞茸はざっくり小分けして冷凍保存。私は食べ過ぎてしまった時や外食が続いて食物繊維が十分に取れてないなと感じた時は、まずキノコを取り入れます。まずはせいろで根菜類を蒸していきます。蒸しておけばそのまま食べてもいいし、調理する時もかなり時短ができます。電気ケトルで水をたっぷり沸騰させる。里芋は水洗いして皮を剥かずにそのまま蒸します。レンコンは3つのうち2つは蒸して、1つは今日の夕食の根菜サラダに使います。人参も1本は根菜サラダ用に、残り2本を蒸します。さつまいもは輪切り。せいろにのせる。下
下からの蒸気を通しやすくするために蒸し布は内側に入れておきます。せいろが割れないように軽く裏側を濡らしておく。野菜を蒸すときは通気性のいい蒸し布の方がふっくり仕上がり、肉や魚を蒸すときはクッキングシートの方がムラなく加熱ができて食材がくっつきにくいというメリットがあります。お湯をたっぷり注いで沸騰させる。せいろ板を乗せてせいろを乗せる。湯気が立った状態をキープできる火加減に調整して10分蒸します。レンコン、人参もとりあえず輪切りにしました。せいろが開き次第蒸します。ししとうは加熱した時に破裂しないように切り込みを入れておく。ラップで包んで冷蔵庫にしまいます。にんにくはカットレート、皮を剥いてみじん切り、スライス、そのままといろんな形で冷凍してどんなレシピにも対応できるようにします。上の段と下の段を入れ替えてあと5分加熱します。にんにくは製氷皿に入れて1かけ分ずつ小分けします。もう少し余熱で火を通してもいいかなと思ったので火を止めて一旦カット作業に戻ります。ゴーヤを調理しようと思ったのですが、ちょっと見た目的に食べれそうかギリギリな感じだったのでレシピとして紹介するのは今回やめておきます。ほうれん草を茹でます。根っこの汚れが強い部分は切り落として十字に切り込みを入れる。根っこの部分をきれいに洗います。せいろをおろして再度水を沸騰させてほうれん草を茹でます。保存容器に茹でた野菜を入れて冷蔵保存。空いたせいろにカットしたレンコンと人参をのせる。沸騰したらほうれん草を茹でます。根元を30秒、全体が浸かったらもう30秒茹でる。ざるにあげてボウルにほうれん草と氷水を入れてしっかり冷やす。水が沸騰したらせいろ板とせいろを乗せて8分蒸します。蒸した野菜を保存容器へ。里芋は蒸した後だと皮がスルスル簡単に剥けます。水気を軽く拭き取って冷蔵保存。
ほうれん草はしっかり絞って3センチ幅にカット。味付けをせずに冷蔵しておけば、緑が足りないなと思った時にさっと味付けをして使えるので便利です。保存容器に入れて冷蔵保存。里芋のぬめりがついてたので、さっと水洗いしてしっかり水気を切って乾燥させる。汚れが少ない場合は濡れた布巾で拭くだけで OK。 直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させます。そろそろ夕食の準備をする時間になったので、玉ねぎはそのまま真空保存容器で冷蔵保存。ズッキーニは水洗いだけしてラップで包む。冷蔵庫で真空保存していたブロッコリー、先週カットして冷蔵したのですが、まだ持ちそうです。たまに冷蔵庫から出して水滴を拭き取ると変色なくキープができる気がします。今日の夕食を作ります。豚肉をレンジ解凍します。電気ケトルで水を沸騰させる。今回は千切り用とスライス用を使ってみます。手を守るための手袋をつけて千切り。スライサーで切れなかった分は包丁でカット。お湯をフライパンに注ぐ。酒大さじ1。沸騰したら豚肉を茹でる。豚こまは固まらないようにできるだけ広げながら入れます。全体火が通るまで数分茹でる。火が通ったらざるにあげます。レンコンは薄くスライス。水を入れてアク抜きします。ごぼうは千切り。根菜の水気をしっかり切ったら、フライパンにごま油を小さじ1、中火で炒めます。冷凍庫からしめじ 30g、ボウルにドレッシングを作ります。ごま油小さじ1、白すりごま大さじ1、酢大さじ1、醤油小さじ1、お好みで蜂蜜小さじ1。甘めのドレッシングが好きな人は蜂蜜入りがおすすめ。辛いのが好きな人はラー油を数滴入れてみてください。私は前回作った時は蜂蜜なしのラー油多めの方が好きな味でした。ボウルに豚肉、炒めた根菜半量ぐらい、ドレッシングと混ぜ合わせます。完成です。このままでも美味しいけど、冷蔵庫で30分ほど冷やしてみてください。里芋のスープを作ります。
炒めた根菜を適量、蒸した里芋を追加。生の里芋を使う場合は事前にレンジ 600W で10分加熱してから皮を剥いた状態にしておいてください。水 400ml、 母からもらった茅野屋のだし1/2分の1パック入れます。普通の顆粒和風だしだったら小さじ2程度入れてください。沸騰させます。余った根菜はきんぴらにします。醤油小さじ1、みりん小さじ1、鷹の爪の輪切り 4,5 個。あとは軽く炒めるだけ。保存容器に入れます。粗熱が取れたら冷蔵庫で保存します。最近は健康とむくみ軽減のために減塩も意識し始めたのですが、厚生労働省が掲げる減塩目標は成人女性で1日 6.5g、 よく使う醤油に換算すると小さじ 6.5 杯、1食あたり2杯程度で、改めて調味料はしっかり計量して使うことを決意しました。根菜サラダを冷やしておきたいので、軽く片付けたら一旦このタイミングでお風呂に入ります。今まで湯船に入るのはめんどくさい派だったのですが、お湯に浸かると睡眠の質が格段に上がることを実感しました。お湯に浸かりながら本を読む時間が一日の中で一番好きな時間になりました。大豆を追加します。里芋は他の芋類より低カロリーで水溶性食物繊維が豊富。胃で水分を吸って膨らみやすいため満足感を得やすい食材です。私は仕事柄食事が夜遅くなることもあるので、そういう時は夜の炭水化物を玄米から消化のいい芋に変えることも多いです。緑が少なかったのでほうれん草を追加。鰹節とポン酢をたらっと。夕食の完成です。無印が近くにあったので寄って帰ってきました。まずは小さな竹かご。竹ざるは野菜を一時的に入れたり濡れた食器を乾かすのに結構便利で、かなり使用頻度が高いものです。カーペットクリーナーの替えのテープ。ずっとダイソーで一番安いものを使っていたのですが、斜めにめくるシートが快適すぎてこれ以外使えなくなりました。キッチン掃除用のアルカリ電解水。場所を取らないスリムなボトルがいいなと思って買いました。最後にシリコン製のジャムスプーン。瓶に入ったバターを取るように買ったのですが、使ってみたら思った以上に便利でした。柄が長いので深めの瓶でも手が汚れないし、熱に強いシリコン製なのでちょっとした炒め物にも使えます。玄米ご飯を炊きます。いつもは玄米2合ともち麦2合をミックスして炊くのですが、もち麦をいつも通り Amazon で注文したら米不足の影響かお届けが2週間後になっていました。今回はもち麦は1合ちょっとだけ入れました。
今日のメインはタイの塩焼き。今日は夕食まで時間に余裕があるので解凍皿で解凍します。副菜にししとうのグリル焼き、昨日作った根菜のきんぴら、先週作った自家製インスタント味噌汁、タイの解凍とご飯が炊けるまで待ちます。ご飯が炊けたら保存容器に入れて冷凍保存。1食 100g から 120g に小分けします。玄米ご飯のいいところは消化吸収が遅くて腹持ちがいいところ。逆に夜遅くに玄米ご飯を食べるとちょっと胃が重い感じがして寝にくくなってしまうので、夕食の食べる時間によって食べるものを選んでいます。タイを焼きます。皮が縮んで身が反らないように簡単に切り込みを入れます。塩小さじ1/2を両面になじませる。一緒にししとうをのせる。このレシピから見てくださっている方はししとうが破裂しないように切り込みを数箇所入れておいてください。3分加熱。水 180ml を沸騰させる。ひっくり返してまた3分加熱します。熱湯 180ml を注いで味噌を溶かしたら完成。ししとうに醤油をたらっと。いただきます。今日はスパニッシュオムレツとさつまいもの豆乳スープを作ります。玉ねぎを1個用意。粗いみじん切りにします。オリーブオイル小さじ2。玉ねぎを先にオリーブオイルになじませます。弱火でゆっくり火を通すことでオリーブオイルの風味がしっかり玉ねぎに移ります。さつまいもの豆乳スープを同時に作っていきます。さつまいもは1センチ角にカット。鍋に入れる。レンコン1/2個と人参1/3個分程度を用意します。さつまいもと同じく1センチ角にカット。カットが終わったら一旦玉ねぎの火を止めます。鍋に玉ねぎを半量加える。水 150ml。顆粒コンソメ小さじ1/2。今回は蒸した根菜を使っているのですぐに完成しましたが、生の根菜を使う場合は長めに煮込むか事前にレンジで5分ほど蒸すのがおすすめです。沸騰させます。無調整豆乳 150ml。 豆乳は沸騰させてしまうと湯葉になってしまったり凝固してしまったりするので、沸騰しないように弱火で煮ます。胡椒少々。ふつふつしてきたらすぐに火を止める。
味噌小さじ1/2を溶かし入れてコクを出します。スパニッシュオムレツに入れるズッキーニをカットします。1/2本分用意。玉ねぎを炒めていたフライパンにズッキーニを追加。スライスして冷凍しておいたしいたけ2個分ぐらい。中火で全体炒めます。卵を2個。余った無調整豆乳 50ml を追加。このタイミングで入れ忘れてしまったのですが、粉チーズ小さじ1と塩コショウ少々入れて一緒に混ぜ合わせておいてください。卵を流し入れる。蓋をして弱火で3分蒸す。ひっくり返して1分程度表面に焼き色をつけたら完成。夕食を片付けたら日記を書く時間。5年日記も3年目に突入。本当に数行しか書くスペースがないので段なく続けられるのがいい。昔からアナログな方法で記録を残すのが大好きで、先日家の掃除をしてたら大量に過去の日記が出てきました。過去の日記を振り返ると、毎日同じことの繰り返しと思っている日常も意外といろんな出来事に遭遇していたり、一日中家の中にいたとしても感情の変化や行動の変化があって面白いなと思いました。私はもしかしたら未来の自分が振り返った時の楽しみを作るために日記を書いているのかもしれないなと思っています。今年から始めた写真記録。写真をカメラロールに残すだけじゃなんだか味気がなくて、スマホで撮った写真をシールにできるスマホプリンターを購入しました。これも数年後には、この時のパンはやんちゃで大変だったよねと旦那さんと話すのかなと思っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。